はい、今回はこんな感じのノイズをアニメーションさせて様々な表現を作ることができる標準エフェクトのフラクタルノイズをご紹介していきます。このフラクタルノイズというエフェクトなんですが、アフターエフェクツで様々なモーションを作る中で非常に使う頻度の高い重要なエフェクトの一つとなりますので、今回はこちらのエフェクトをご紹介していきます。では実際に使っていきます。まず新規コンポジションを作成します。コンポジション、新規、カット、01として10秒のコンポジションを作成します。そしてレイヤー、新規、平面でフラクタルノイズを適用するための平面を作成します。フラクタルノイズですので、フラクタルノイズ FN01 としておきます。そしてこの平面を選択し、エフェクト、ノイズ&グレン、フラクタルノイズを選択します。するとこんな感じでノイズが生成されました。このフラクタルノイズの設定項目を見ていくと、様々な設定項目があり、複雑そうな感じなのですが、まずこのフラクタルノイズを使う上で知っておくべき必要なポイントは2つだけです。1つ目がこのトランスフォームの中にある乱気流のオフセット。これはいわゆる1ですね。X 軸を動かすとノイズが左右に動きます。Y 軸を動かすと上下ですね。ノイズの1の設定となります。これが1つ目。そしてもう1つがこの展開となります。回転数なんですが、この回転数を上げていくとノイズの形が変化します。まずこの2つを知っていると、このフラクタルノイズを使うことができます。例えば乱気流のオフセットにキーフレームを打ちます。そして時間を進めてノイズを動かします。これでノイズが移動しました。さらに展開にキーフレームを打ちます。スタートの時は数値を0にしておき、時間を進めて10秒後に2回転としておきます。するとこんな感じで移動しながらノイズが変化していくといったアニメーションを作ることができます。この状態だけでも例えば新規平面を作成し、スカイとして青い平面を作成します。これを下に配置し、フラクタルノイズのレイヤーを描画モード、スクリーンに設定すると、こんな感じですね。ちょっと色が悪いので色を変更します。平面にエフェクト、描画、グラデーションを適用します。そして空の青色を作っていきます。こんな感じですね。そしてフラクタルノイズを表示させて 3D レイヤーのチェックを入れます。そして回転、トランスフォーム回転で角度をつけます。Z1 を近づけます。するとこんな感じで雲のアニメーションを作ることができました。これがフラクタルノイズの基本的なアニメーション方法となります。これをその他の項目をいじっていくことで、この雲の形ですね、のディテールを作っていくことができます。では実際に他の項目を見ていきます。まずはじめにフラクタルの種類、ノイズの種類という2つの項目があるのですが、この組み合わせでこのベースとなるノイズの形が決定します。例えばフラクタルの種類を変えていきます。タービュレント、滑らか、形が変わります。他にもタービュレント基本、シャープ、ダイナミック、最大といった形で様々な基本形状があります。基本に戻します。さらにノイズの種類を変えていきます。ブロック、
こういったタイルな感じですね。リニア、ソフトリニア、スプラインといった形で、このフラクタルの種類とノイズの種類の組み合わせで基本形状を作ります。次に反転。これにチェックを入れると、元々が白で、黒で透過している部分が反転といった形ですね。次にコントラスト、明るさ。この2つの組み合わせでノイズの表示具合が変わります。さらにオーバーフロー。この項目はグラデーションのグレーの部分の階調の処理の仕方の設定になるのですが、標準の HDR 効果を使用は何も処理をしないといった形なんですが、クリップにすると今は変わらないのですが、ある程度明るいグレーの部分はもう白として扱うような処理になります。次にソフトクランプ。これは白い部分をなくすような処理ですね。さらにラップバック。これはディテールが出てくるような感じですね。といった形でこのオーバーフローの処理によっても表現が変わってきます。次、トランスフォーム。これは普通のトランスフォームと同じですね。回転で回転。スケールで大きさ。この状態で行うと、空との距離感のような形ですね。大きさを変えることで、スケールを大きくすると近く、小さくすると遠くに。この縦横比の固定のチェックを外すことで、スケール、横長、縦長といった形にすることもできます。乱気流のオフセットが今横に動かしているものですね。次のこの遠近のオフセットなんですが、チェックを入れることでアニメーションに奥行き感を出すことができます。チェックを外していると今、このフラクタルノイズが全体がオフセットで動いている感じなんですが、チェックを入れると、ちょっとこのレイヤーのズレ感といいますか、遠近感、奥行き感、ズレ感が出てきます。オフ。全体が動いてますね。オンにするとズレ感が発生といった形となります。次に複雑度。この数値が奥行きの設定となります。1にすると奥行きがなくなります。数値を増やしていくことで奥行き感が出ていきます。このフラクタルノイズの中にノイズのレイヤーがあるというふうな考え方ですね。次のサブ設定。これがこのレイヤー間の設定となります。影響を落としていくと、レイヤー間がなくなり、増やしていくと、レイヤー間が上がっていきます。サブスケールをアップすると、このレイヤー側のノイズのスケーリングですね、を調整できます。回転も同様です。オフセットも同じですね。サブスケールを中心にチェックを入れると、重なり具合の処理が変わります。そして次が今使っている展開ですね。ノイズの形が変わっていっています。次に展開オプションを見ていくと、中にサイクル展開という項目があります。このサイクル展開にチェックを入れると、アニメーションをループさせることができます。例えばこの展開1回転ごとにアニメーションがループするといった形ですね。サイクルを2にすると、2回転ごとにアニメーションがループするといった形でループ素材を作るときなんかに有効な設定となります。次にランダムシードなんですが、これは効果としては展開とほとんど同じような感じなのですが、展開でアニメーションさせるときの形状ですね、ノイズの。これの開始の形を調整するといった使い方ができます。あとは不透明度と描画モード。
これがフラクタルノイズの設定項目となります。これらを調整することで、このノイズの形状のディテールを作っていくことができます。コントラストを上げて、明るさを落とす。スケールで大きく。こんな感じですね。そして雲を作る場合でもそうなんですが、このフラクタルノイズのレイヤー一つだけですと少し薄っぺらい形となってしまいますので、こういった時はコントロール D でレイヤーを複製します。そして一つ非表示にしておき、もう一つのフラクタルノイズで動きや形を変えていきます。U を押してキーフレームを表示。動きの速度も変えていきます。回転数も変化させます。雲の形なんかも変えてみます。曇り空。で、コントラストを調整し、薄雲ですね。これの上に元々の動いている雲を合成。するとこんな感じで奥行き感のある雲を作ることができます。これがフラクタルノイズの基本的な設定項目となります。いろいろ触って遊んでみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。